共通テスト受験者はまず多分このチャンネル見てないと思うけど、落ち着いてやってきてください。頑張れ。あとお待たせしました。ポテワングランプリの当選者発表ですね。明日11時からさらっとね、ライブ配信でやっていきたいなと思いますので、暇な方はね、ぜひ見に来てください。アーカイブは残します。おだすこっちこんばんは、ポテトでしょ、ポテトブスやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、ゴールキーパーの100本検証、今回でやってみたい。やっていきたいなと思います。いや、今までね、100本検証ストレート版でという形でね、いろいろね、やってきました。何百本もやってきましたけども、その時からね、今回だとどうなんだというところがちょっとね、やっぱ気になってた部分がありますので、そこをね、今回はやっていきたい。これによってね、結構また変わってくるの、結果がね、変わってくるのかっていうところをね、しっかり100本やってきましたんで、見ていってください。検証方法ですね。検証方法は今までのものと似ている形になります。ペナ前からね、ファーに向かってコンカシュート、ゲージは 40% 以上ぐらいで、ゴールキーパーの調子は普通で、ポストや枠外はノーカウントという形です。キッカーはメッシで絶好調になっていますよと。今回使っていく選手はこの2人、チェフとドンナルンマですね。能力値はね、若干チェフの方が高いかなって感じはするんですが、今までのね、ストレートシュートの時の結果が一応こんな感じで、大体 40% ぐらいどっちもね、止めてたよという形になります。これが実際どうなるのか、今回も失点集、セーブ集で見ていきたいなと思います。はい、ということでまず失点集から一気に見ていきましょう。ドンナルンマからやっていきます。割とね、今回に関してはそうだな、メッシなんで割とね、結構いいコースに入ってるなって感じはするんですが、どうだろうね。はい、今度チェフですね。チェフもいい感じになってるかな。はい、見ていただきました。どうでしょうね、失点のシーンで言うと見た目はそんな正直変わんないなっていう感じ。どっちもいいコースには飛んでるしなって感じしましたね。はい、こっからはセーブ集ですね。キャッチも含めたセーブ集にはなっていきます。ストレートシュートと違ってですね、シュートスピードが、違いますので、割とね、キャッチするシーンっていうのもね、出てくるんじゃないかなというところですけども、でも割とドンナルンマも止めてるかな。はい、ここからチェフですね。チェフも、キャッチはしてるし、弾きもちゃんとしてるかな。でもなんだろう、こうやって見てるとチェフの方が若干安定感というか安心感があるのはなんでだろうな。はい、見ていただきました。どうでしょうかね。結構ドンちゃんも止めてんじゃないかなっていう印象はありましたね。どっちもファインセーブみたいなのはあったしって感じかな。ただチェフはさっき言ったみたいになんかね、安心感安定感があるような感じがするんですけど、そこに関してはちょっとまた後で、細かく考察していきたいなと思います。ひとまずですね、じゃあ結果見ていきましょう。こうなりました。ドン。はい、ということで上がチェフですね、下がドンナルンマって形になっていますが、セーブ集ですね、セーブキャッチに関しては 10% ぐらい差が出ましたよという形ですね。どっちもストレートの時は 40% 止めていましたから、チェフはあんま変わんなかった 40% ぐらいですもんね。でドンナルンマに関してはちょっとね 10% ぐらい減ったよという形になりました。細かく見ていきましょう。キャッチに関してはそんなに変わんなかったね。数値はね6ぐらい差があるんですよね。なのにデータは変わんなかったということは、能力差はここまで来たらあんま変わんないかもね。今回の検証に関してはそんなに、差が出なかったのかもしれません。でちょっと比べていきたいなと思います。同じ価格のね、ところを見てきたんですけど、似てるのが少なくてちょっとできるだけ似てるのがこれだったんですけど、黒がチェフですね。見ていくとはい、こんな感じ。でボールを通過するところで言うと正直そんな変わんないのかなって気もするですよね。ただボールの位置が違いすぎるんであれなんですけど、ただ最終的な到達地点はチェフの方が、遠くまで飛んでるのかなって感じするんですけどね。ちょっとボールの高さが違いすぎて何とも言えなかったなっていう感じはしました。
はい。で、あとはですね、コースが甘い失点のところでね、比べてきたんですけど、影のとこ見るとね、こうやって見る限りですね、あんま変わんないですね。なので、ここはね、チェフもドンナルンマもそんな変わんない。そうすると、セービングのポテンシャル自体は正直同じぐらいなんじゃないかなっていうのはね、個人的な見解。ただ、失点の数は違いますから、そこに関してはプレスタの差が出てんのかなというところで、こんな比較をしてみました。同じようなシュートシーンでね、持ってきたんですけど、はい、こんな感じ。どっちも弾いたシーンにはなるんですけど、はい、こんな感じ。弾くところはね、大体同じなんですけど、ドンちゃんの方が後ろに飛んで弾いてるっていうのがわかるかなと思います。チェフの方は真横に、まだ真横に飛んでるっていう感じかな。なので、要はですね、ちょっとドンちゃんの方が無理してる感じっていうのは出てるんじゃないかなと思いました。なので、こっちのシーンも見てほしいんですけど、はい、こんな感じ。これもね、見ていくと、ドンナルマのが後ろに飛んでるんですね。でその分届かなくなっていて、チェフは横に飛んでる分届いていて、弾けてるみたいなね、っていうね違いに出てくるんじゃないかなと思います。で先ほど言った安定感についてもちょっとね僕なりにいろいろ考察してきたんで、ぜひこれ見ていってください。はい、何でこう安心感安定感って感じるかなと思ったんですけど、ドンナルンマ見てほしいんですけど、このね弾いたボールがこの赤いゾーンに行っている、弾かれると若干不安になるんですよね、僕は個人的に。でこれがねどう違うのかなと思って見てきたら、ドンナルンマは実は21本セーブしてるうちの9本がこの赤いゾーンに飛んでったんですよ。はい。でこれがチェフだとどうなのかなって言ってチェフで見ていきました。これチェフはこれ実は、32本止めてるんですけど、32本中7本がこの赤ゾーンに行っていたんですよね。なのでこれ結構数字にすると結構違くて、ドンナルンマは 42%、 それに対してチェフは 21%弾いた時に、赤いゾーンに入るか入らないかっていう形になってきました。なのでここでやっぱり、見ていた使っていてですね、こう安心感とかが変わってくるのかなというのが思ったんですよね。これちょっとありえそうじゃないですか。はい。ということでちょっと自分の中でもだいぶ納得がいったんで、今日は結論です。今回には守備的ゴールキーパーの方がいろいろ安全っぽいとします。はい、ということでね、いろいろ見ていただきました。個人的にはだいぶ納得いったんですけど、皆さんどうですかね。結構納得できてるかなと。こう数字の割にはね、ポテンシャルが同じ割には数字に差が出たっていうところにはだいぶ納得いったんですけどね。どうですかね。でただ逆に言えばですね、攻撃的ゴールキーパーもねポテンシャルはちゃんと感じました。ちゃんとねセービングのポテンシャル自体はそんな変わんないんだなっていう形も分かりましたね。あと同時に能力差っていうのもそんな感じなかったですね。なので、逆に言えばですね、攻撃的ゴールキーパーのやっぱ挙動とかそういうのが好きだよっていう人はですね、むしろこれ今回の結果でですね自信を持って使って続けてほしいなと思いましたね。で逆にやっぱ今回でもね、やっぱシュートに対しての安定感とかを求めたい人はやっぱり守備的になるのかなって感じはしますね。はい、というところでしょうか。でこの今回の検証もねちょっといろんなゴールキーパーでやってみたいですね。シュマイケルとかあとはノイヤーとかもちょっと見てみたいですね。皆さん誰見たいですかね。この人こんな形でやりたい見たい欲しいとかあればね、ぜひ教えていただければなと思います。はい、というところで今回面白かったんですけど、どうですかね。この動画良かった、参考になった面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後ね雑談をして終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきます。今回やっていきました。ちょっとこれも実はねインフルエンザにかかる前には検証終わっていたんですが、ちょっとね時間かかってしまいましてすいません。ただね逆に時間がかかったからこそね、いろいろこう安定感みたいな部分に関しての考察もできたからなかなか良かったかなと、結果オーライと思っておこうかなと思います。はい。ではそうだ今回検証やっててね、これ X にあげたんですけど、こんなん撮れました。これね、はい、これ全然関係ないんだけど、今回コーナーキックから直接決めれるっていうね、これできるんですね。なかなかできないなと思ってましたけどもあとランパーとこんなパフォーマンスするんだなんて思いましたが、せっかくなんでちょっと乗っけておきますね。はい。
これ狙えたらいいけどね、なかなかね、難しいなと思います。これは実際ゴールキックにしたくて蹴ったらたまたま入っちゃっただけなんですけどね。ポテワンのね、結果発表をね、またやっていきたいなと思います。集まりにくいかなって思うんですけど、ちょっと少なくとも一旦アーカイブで残しておこうかなと思いますので、ぜひ暇な時に見てみてください。その時にまたね、ライブ中にそのまま当選者には DM とかね、送って抽選とかやっていこうかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。3万人を一応目標としてね、頑張っておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今回はね、今回についてやってきました。ゴールキーパー編でね、やってきました。これもね、またいろいろ面白いですね。いろんな選手で見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。はい。